皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトシリーズの新作第 18.5 弾バレットフィリアたちの闇市場のストーリー第1弾を解説しますよ。ついにこの時が来たか。昨日楽しみすぎて12時間も寝ちまったぜ。ちゃんとぐっすりやないか。今作はいつもと違って白霊霊夢が主人公ではなく、霧雨マリサが主人公という非常に興味深い作品となっていますよ。どういうストーリーになるのか、登場したキャラの真の意味をゲームプレイしながら考察していくので楽しみにしていてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。さてまずはパッケージはこんな感じで爽やかマリサがメインとなっていて、メニュー画面でも使われていますよ。そして後ろのパッケージはこんな感じになっています。アビリティカードは普及し、陳腐化し、自分の役目は有無を得るだろう。市場の神はそう言った。そして闇市場は開かれた、と書いてあるな。ちなみに陳腐化とは新たに市場に登場した商品などに比較して古臭くなった、流行らなくなった、旧式になった、使い勝手が悪くなったといった意味があります。市場の神というと巷のことだから研究巷は何か知っているようだな。あと、闇市場の調査のところにカッコで収集と書かれています。この意味としては、ある種のものを色々集めることですね。つまりはコレクションということだな。マリサはコレクターでもあるから今作の主人公にぴったりというわけか。またわざわざ収集を使わずに鬼に草冠の収集を使うところ、東方地形獣とのつながりがあるのではと思われますね。あとは夏から秋にかけて、目立たない小さな花が咲く茜という植物と掛けられているのかと思われます。この作品とつながりのあるコミケは、夏から秋にかけての終盤に行われるイベントだからつながりを表しているのか。うわぁ、パッケージからこんな仕掛けがあるのかよ。これは楽しみすぎるな。もう待てません。早速プレイしていきましょう。さて、相変わらずオープニング曲も素敵ですね。やっぱり交流道と少し似ている音源になっているな。それではまずこのあらすじを簡単にまとめると、市場の認知が低くなり、力を失いつつあった神の研究巷が飯綱丸からアビリティカードの売買について話を持ちかけられ、利用されていることは承知の上で了承。飯綱丸のビジネスが成功する頃には神としての力を取り戻し、大天狗など恐れるに足らないと考えてたのですが無事に霊夢たちに倒されて落ち着きました。ここまでが前作の交流道の話となっているんだよな。しかしなぜかカードは価値を増すようで、これは誰かが価値を操作しているのではということ。そこで今作の主人公である霧雨マリサが異変を調べるということだな。その通り、ざっくり言うと異変というよりその後の後処理みたいなものと思ってもらえれば OK ですよ。では、前作の話と今作の話のあらすじが分かったということで早速プレイ開始です。ここはどうやら交流道でも使われた妖怪の山麓のようだな。その通りですね。前回は虹に必要な雨が降っていたのですが、今作では夕方のような背景になっていますよ。まずはじめに今作のあらすじとシステムの解説が行われます。ちなみに最初の内容は冒頭のパッケージと同じ内容となっていますよ。地味にマリサが巷を使ってダジャレを言っていますよ。かわいい。まあ私ならば天球を使ってみんなから選球と言われるようなの高級なダジャレをかませますがね。下級すぎるのでもっと研究してください。それはさておき、今作はタイトルの通り正式な取引以外であちらこちらで闇の取引がされるようになりました。なんと闇取引では正式ではないお金、単価が使われたのです。購入するルールも一部崩壊しているとのこと。その結果市場ではコントロール不能に陥ったのです。裏の世界では好き勝手にカードが取引されているとのこと。そうしてブラックマーケットが開かれたということか。今作の新しく追加された単価はマリサの使う魔法陣で敵の弾幕を当てることで絞り出すことができるというものです。それでアビリティカードの買い物ができるようになるってことね。ちなみに、マリサ自身も魔法陣に入っているのですが、敵の弾にギリギリかわすだけでも弾価をゲットできますよ。なるほど。つまり魔法陣以外にグレイズすれば弾価もゲットできるんだな。今作は100回目のコミケを記念してリリースされた作品ですよ。そして今回は東方プロジェクトの主人公の一人である霧雨マリサが完全主人公となっているんです。東方プロジェクトは長い歴史があるけども、まだマリサが主人公の作品は一度もなかったからどんなストーリーなのか非常に楽しみだな。ところで魔法陣を使ってみた感じどうなのさ？感覚で言うと小数点作品でよく使われるタイプに似ていますね。ダブルスポイラーの写真撮影を撮影する時のような速さとなっています。なるほどな。撮影のターゲットポイントが魔法陣に変えられたと考えればいいのね。そして敵の集団をやり過ごすことにブラックマーケットが開かれます。そのブラックマーケットで、アビリティカードを単価で1回につき3枚まで買えることができますよ。ちなみに、何も買えなかった場合はナズーリンの単価を増やすアビリティカードを無料でゲットできるようですね。皆さん、前回の授業を見た人ならピンときたでしょう。直接ではないがやはりナズーリンが出てきたな。
養蚕と猫神。この話は養蚕が盛んだった時代には蚕を食べてしまうネズミを退治してもらうため、猫を神格化し、猫を祀った神社や猫を供養した塚や石塔などが安置されるようになり、猫の絵の入ったお札が両布されるようになりました。なので、猫の三毛、蚕に似たアゲハチョウの要素を持つラルバが登場するのは分かっていたから、今作ではナズーリンも活躍されるのではと睨んでいたんだよな。彼女たちのつながりとしてはシリーズの一面ボスを担当していること、そして夏ですね。ほう、夏ってどういうことなのさ？ナズーリンの一面道中テーマ曲の春の港には夏になる前の春という意味があり、エタニティラルバのテーマ曲の希望の星は青空に昇るはズンさん曰く、導入らしさと夏の爽快感を出したとのこと。そしてミケの道中の始まりは雨が上がる、つまり夏の始まりの梅雨明けを表しているんですよ。おお、夏に繋がりがあったなんて知らなかったぜ。ズンさん天才すぎかよ。またコミケが夏に行われることから、これらをかけているのではと。一体どれだけ前から考えていたんだ。さあ話を戻して、どうやらネズミのナズーリンは重要なアビリティカードとして大活躍するようですね。さて、前作のようにランダムで色々アビリティカードを選べるようです。結局どれを選べばいいんだ？最初の方のおすすめとしては、強化系のアビリティカードですね。弾幕強化や、魔法陣の強化、特に魔法陣を強くすれば、弾化を手に入る確率が大きく上がるので、魔法陣強化を選んでいきましょう。でもレイムさんがっつりあやのアビリティカード選んでいたけどね。最初なんとなくで私も買ってしまいました。てへ、それで許されるのはかな子様だけな。それはさておき今作はかなり敵がとても硬く、なかなか倒せないのが厄介。そして弾幕の量もかなりのものです。今作のタイトルのバレットフィリアたちの闇市場だけあって弾幕が難しそうだな。そう、バレットフィリアのバレットは沖縄のスペカのアナーキーバレットヘルとかで使われる通り弾幕のことです。またカラフィリアがカラー愛好家になるのです。なのでバレットフィリアは弾幕愛好家となるんですよ。弾幕の研究を続けるマリサらしいタイトルだな。そう、そしてやはり弾幕を魔法陣に当ててやり過ごすシステムだけあって、非常に難しいですね。小数点作品は大体が上級者向けになっているしな。さてさて、一面ボスはやはり交流道でも担当した豪徳寺ミケですね。おお、招き猫発祥の地と呼ばれる豪徳寺の出身の妖怪だよな。養蚕と猫神の話や、初めてのボスから豪徳寺ミケは重要キャラそうだぜ。そう、豪徳寺ミケの発音は記念すべき100回目のコミケとの発音が似ているというつながりがあるのでおそらく登場させたのでしょう。間違いなくもともと考えていたキャラだからズンさんの秀才さがよくわかるよ。そして招き猫発祥の地は複数の説があるのですが、豪徳寺はその一つですね。東京都世田谷区にある曹洞宗のお寺だよな。しかし、寺に住む猫が皆白猫であるのに対して、三毛猫として生まれた彼女は、周囲からまがいものと疎まれ、無理やり毛を染められそうになったりと大変な苦労を経験していますよ。三毛ってどちらかというとお金持ちの富裕層なお姉さん的な感じのイメージだったが、意外にもそんなことないんだな。さらに三毛本人も三毛で何が悪いと開き直って反発したため、ますます仲間外れにされることとなったのです。結果、招き猫としての修行が満足にできなかった彼女の能力は、お金かお客のどちらかを招き入れるともう一方を遠ざけてしまうという不完全なものになったのですよ。お金が稼げなかったら意味ないし、お金を招いても客が来なかったら商売としてはつまらないもんね。そう考えると、三毛はなかなか不遇なキャラだったのか。しかしこれを招き猫社会に見切りをつける機会と捉え、むしろ幸いと清々しい気分で寺を去りました。三毛は見た目に似合ってサバサバしていていいキャラだね。その後はどのような経緯をたどってか幻想郷に流れ着き、妖怪の山付近で悠々自適の新生活を送っていたのです。ちなみに右手を招くように上げたポーズをしていますが、右手を上げた招き猫は金運を呼び、左手を上げた招き猫は客を呼ぶとされているんですよ。左手と右手で意味が違っていたなんて知らなかったぜ。つまりバレットフィリアでは、金運を呼び資金力を稼ぐためのポーズというわけか。そうなんですよ。ちなみにマリサは右腕を上げればアリスが、沢投げればパチュリーを招き入れることができるようですね。速報新作でマリサの新能力見つかる。それにしてもミケは何かこのブラックマーケットについて知っているような感じだな。またマリサよりも早くに始めているようですね。わざわざ新作前に彼女の登場を見せていることから重要キャラでしょうし。一面ボスは弱いキャラなイメージだけど、六面ボスとのつながりを持つ重要ポジションだしね。さあ、なんとかクリアすることができました。クリア後は檀家を持って帰ることはできないのね。ただし普通のお金は持って帰れるとのこと。このお金を使ってメニュー画面でカードを購入することで、ブラックマーケットを有利に進めることができ、闇の取引の真実を暴くことがマリサの仕事のようです。収集家のマリサ的には集めたいだけだろうな。間違いないですね。さあ、せっかくなので。もう一度もんでやるぜ。それチルノの煽り名言でしょ。視聴者さんも続きが見たいはずだからこれはもう行くしかないぜ。最初のチュートリアル突破で新エリアが追加されました。こんな感じでボスを倒せば新エリアに行けるってことね。
さて、始まりはなんと交流道のステージに飛天崖から始まります。ほう、山奥のビジネス妖怪である山城高根がいるところか。ちなみにこの BGM はワクワクする幻想郷という非常にポップな曲となってますよ。ズンさん曰く、とにかく明るく楽しげに作ったとのことです。なんだか好奇心旺盛なマリサが幻想郷を駆け巡るような曲だな。そしてこのステージの飛天街というと絶対の神姫神である翁を想像させられますね。飛天街というのは秘密の天街ということでしょう。天崖で調べてみると島根県の隠岐諸島の西の島の北西岸に天崖というのがあるらしいです。おいおいおい、沖縄と隠岐諸島って字が一緒じゃないか。そう、今作は謎多き妖精のラルバも出るので、これは日本書紀に書かれている常世の神伝説を彷彿とさせていますね。説明しよう。ラルバの元ネタは常闇神と言われていて、大豚という藻が常闇神を祀れば富が増え、若返るという嘘の信仰をしたんだ。そこにまだら神と同一視されている、畑川勝が成敗したんだ。前回の授業でさらに詳しく、バレット前に見ておくべき授業を出しているので、もし先にこちらを見た人は後でそちらも見てみるといいですよ。こちらは巨大なナイフで垂直に切り取ったような海抜257メートルの大絶壁です。海食作用によってできた崖では日本有数の高さを誇るようですね。うわぁ、こんな怖いところ歩きたくないなぁ。霊夢部長ちょっとあの辺立ってみてみてよ。マリちゃん絶対後ろからお好きだよね。妖怪の山の上を目指して崖を登っていくような演出のステージで、どこか風神録の滝を登る演出を思い出させますね。副題のシークレットグリーンクリフも秘密の緑の崖という意味ですから、秘密であるということと崖であるということは重要期なのではないかと思われます。前回も言ったように、幻想郷の賢者の一人にして、姫神であるマダラ沖縄エタニティラルバに対して、アゲハチョウの妖精ではなく常世神なのかもしれんな。と言っていて、神様である説も浮上しているんですよ。常世の神ってめちゃくちゃおっかなそうな神だな。日本において、常世から来たと考えられた神、時は7世紀半ば、現在の山梨県や静岡県を流れる富士川のほとりで、人々の信心の対象になっていたものがあったそうです。それは蚕に似た虫で、アゲハチョウの幼虫ではないかと考えられているんですよ。またラルバの見た目をよく見ると、下から幼虫、さなぎ、アゲハチョウになっているよな。ということでやはり現れましたね。常世の神と噂される。エタニティラルバ。ラルバは先ほども言ったように常世ではないかとも言われていて、神様である説も浮上していました。しかし新作にて間違いなく常世神と霊夢部長は断定したのですよ。おいおいおい、一体どういうことだってばよ。アゲハチョウの妖精であるラルバはなぜか弾幕が火の弾幕を放ってくるのです。そして同じ不老不死の藤原の猛攻も不死鳥のような形の弾幕となっています。これやばすぎでしょ、そっくりじゃんか。最初気づいた時ビビりまくりましたね。猛攻とラルバは富士山、つまり伏山に関係があるキャラなんですよ。常世の神は富士川周辺で祀われていたと言われています。猛攻はいろいろあって富士山で不老不死となったから、彼女たちは同じところで不老不死の力を持ったわけか。エグすぎるつながりだな。そしてこのデッドリーバタフライというスペルカードを使うときは目が赤くなるんですよ。まさか、万華鏡車輪眼を改元したのか。いやなんでそうなる。これについてはまだ詳しくはわかりませんが、スペルカードの名前から察する肉死を司る常世の神を表しているのではと思われますね。デッドは死デリは再とかやり直しという意味、本当だ不死ということになるのか。あとあまり関係ないかもですが、不死鳥と不死鳥でかけられているのかもです。ありえそうだぜ。さあ無事に倒すことができました。倒すとカードを選択を迫られるのですが、一つを選ぶことでお店にカードが並ぶことができますよ。なるほど。それを装備してさらにいいカードをゲットしていくってことね。うわぁ、どんどん強くなっていく感じで面白そうだな。コレクターの血が騒ぎますね。マリサと共にどんどんアビリティカードを集めていきましょう。さて、今回はここまでにします。視聴者さんのおすすめのアビリティカードがあれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。